皆さんこんにちは、時丸です。ちょっと重大な発表ですね。このチャンネルで前々から、音楽を作ってるって話をしてたと思うんですけど、ついに完成しました。で、Apple Store と Apple Music Store と Spotify、あとは Amazon と YouTube Music でもおそらく聴けます。全世界同時リリースしましたので、ぜひ聴いてみてください。以上です。このビデオで、伝えたいことは以上です。基本的には。で、一応18年ぶりですね。自分でアルバムというか、EP で5曲入りの EP なんですけど、自分で楽曲を作って世に放つっていうことをしたのは18年ぶりになります。で、実は2007年ぐらいに僕はその昔バンドを組んでいて、で、3ピースのバンドだったんですけど、で、それでですね、1枚、インディーレーベルから、宮崎のインディーレーベル、パピオンレコーズっていう、インディーレーベルから1枚アルバムを出して、それ以来は、息の根を潜めていました。ただ音楽はずっとね、好きで、ずっと聴いていて、でもね、長かったね。18年。で、その2007年のアルバムは、一応メランコリーという、僕のそのバンド名義で出してるんですけど、今回は、時丸田中の個人名義になります。なので、個人名義の楽曲は、今回初リリースっていうことになっています。で、ちょっと一応レーベルみたいなものも立ち上げて、自分の新たな事業として、時丸レコーズっていう、ふざけた名前ですけど、これも。なので、そういう感じで、活動していこうかなと思います。で、今回内容も結構ふざけた内容ではあるんですけど、ただ、音楽的には、ちょっとそのバンドサウンドとは全く異なる内容にしていますね。で、結構ハウスとかテクノとか、そういうエレクトロ音楽みたいなものに、東京に来てから主にどっぷりハマって、で、主に渋谷ですね。僕渋谷に長く住んでいて、で、その渋谷に行ってたクラブ、で、今はもうなくなっているクラブもあるんですけど、そこで基本的に20代の後半から30代の前半ぐらいまで、ひたすらテクノミュージック、エレクトロを聴きながら、過ごすということをやっていました。で、そういう東京ならではというか、クラブシーンっていうのは結構東京にしか置けないものだなと思っていて、日本の中では特に。で、もちろん地方とか各地にもいろんなクラブってあると思うんですけど、基本的に、海外のガイタレですね。ガイタレが来日するクラブっていうのはやっぱり東京に集まっていて、で、偶然ですね。偶然僕はちょっとそういうところに入っていて、そういう音楽を聴けました。で、もちろんその東京で活躍する、日本人のアーティスト、DJ だったり、作曲家だったり、そういう人たちにもかなり出会ってですね、いろんなパーティーに呼んでもらって、いろんな音を聞いてきて、で、自分も作りたいなっていうのが、ふつふつと、それはもう昔から音楽やってるんで、結局作る方に行くっていうことになって、で、それで自分で打ち込みを始めて、今回、一つのね、EP みたいな形に完成させたっていう感じです。このチャンネルでは結構、一応今テーマを少ないもので作るみたいな、キャッチフレーズにしていて、で、それはミニマリズムっていうところ、僕が実践している少ないもので、暮らしながら、いかに、クリエイティブ、何かものを作っていくかっていうことを、やっています。実験的に、ふざけながらね。で、その中で、今回もかなり、機材は全然使っていなくて、ロジックっていう Apple のソフトウェアと MacBook 1台。で、あとはこの間紹介している MIDI キーボードですね。ネイティブインストゥルメントの MIDI キーボード。MIDI キーボードもほとんど使ってないんですけど。で、それと最近の音楽生成 AI、これを混ぜてミックスして作っています。やっぱりAI が出てきたことによって、そのマスタリングの技術だったりとか、
そのステムって言ってパートごとにね、楽器を分けてそこで編集するみたいなことがむちゃくちゃ楽にできるようになったんですよね。だから今回僕が作れたのはやっぱり AI の登場っていうのは結構大きいです。で特にそういう打ち込み系の音楽っていうのはやっぱりなんか生成しやすいというか複製しやすいようなところがあって、でもだからこそその微妙な細部の調整とかが難しかったりすると思うんですけど、なんかねでもいろいろ研究しながら、一つの5曲入りのアルバムにしました。でアルバムタイトルはコンフルエンスっていう、コンフルエンスっていうねタイトルです。でこれは英語でいろんな意味があるんですけど、川が2つの川が流れているとして、その2つが合流するような地点ってありますよね。その場所のこと、ポイントのことを言ったりします。コンフルエンスっていう、つまり合流地点みたいな、直訳するとそんな感じにはなるんですけど、なんかこれまで僕がやってきたいろんな活動、ミニマリズムもそうだし、写真とか映像とかもそうだし、で作ってきた音楽、聴いてきた音楽、そしてヨガみたいなもの、そういうものがぐちゃっと入り混ざって、でそしてたまたまこの YouTube で、皆さんにチャンネル見てもらっていて、その視聴者の方とかいつも僕の発信ね聞いてくださってる方々とかとぐちゃっと混ざり合う合流地点みたいな、なんかそういう音の全体性をイメージしてそういうタイトルにしてます。コンフルエンスっていう。でなんか楽曲的にはエレクトロみたいな感じで、あんまり詳しく言葉で説明するよりか、皆さんに実際に聞いてもらってなんかそれぞれ感じてほしいところはあるんですけど、なんかヒプノティックハウスとか、なんかそのアフリカンミュージックみたいなところに結構影響を受けてたりとか、あと僕はその学生時代に人類学をやっていて、ガムランっていうねインドネシアの民族音楽を研究していました。だから結局その文化人類学で僕がやってきて、フィールドワークでインドネシアのバリに結構滞在してたんですけど、その時もですねガムランっていうものを研究していて、でガムランっていうのは、世界の中で結構そのリズムのバリエーションが一番豊富な民族音楽って言われたりしています。で基本的に打楽器のオーケストラみたいなものなんですけど、簡単に言うと、でいわゆる瞑想状態に入る、もともと儀礼とか祭りとかで行われるようなものを最近は観光化の一環の中で観光音楽として現代音楽とマージするような形で、昔ながらの伝統とね、現代が融合されて演奏されていたりします。でそういうところからのインスパイアも結構大きいです。やっぱり自分が20代初期の頃にそういう風にインドネシアに行ってガムランっていう、民族音楽に出会って、でなんかそういうドラムというか打楽器のリズムだったりとか、音の詰め込み方とか、なんかそういうものは結構その初期の頃っていうか20代初期の頃のなんかインスパイアが入ってるような気もします。で今いろんなそういう合流地点、僕がこれまでやってきた活動のなんかごちゃっとした混ざるところ、混ざる部分みたいな感じで、作ってますので、ぜひ聴いてみてください。Apple Music と Spotify ですね。一応概要欄にも貼れたら貼っとくんですけど、時丸田中と普通に検索してもらえれば出てくるので、聞いてください。なんとなくハイキングとかね、そういうインスピレーションもありますね。やっぱ歩くっていうことだったりとか、一定のリズムで歩いてると気持ちいいじゃないですか。で今回はちょっと歩くスピードよりも若干遅めの BPM というか、ちょっとゆっくりめの速さにしてます。で仕事中もディープワークみたいな、そういう僕がやってる朝のルーティンみたいな時にも聴けるし、で夜踊りたかったらそれで踊れるしみたいな、なんかそういうカラフルなっていうか、いろんな使い方ができるようなものを目指したつもりです。ただそれが成功しているかは分かりません。でむちゃくちゃ未熟なところもたくさんあります。ただこれからですね、よりね少ないギアで少ない道具で音楽もちょっと並行してね作っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。伝えたいこと、今日のちょっとした重大発表でした。皆様も良い週末をお過ごしください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。